もし身近なあの人があなたを殺したいほど邪魔だと思っていたら。2021年9月30日、長野県塩尻市、ある男性の自宅にテレビ局の取材が訪れていました。本当に残念な結果になってしまったと思います。悲痛な表情で語ったのは、長野県議会議員として2期目を務める丸山大輔。妻と2人の息子を持つ地元では名の通った政治家でした。取材が入ったのは、丸山の妻が何者かに首を絞められ殺害されたため、妻は丸山の自宅兼酒造で倒れていました。現場には土足の足跡や荒らされた形跡があり、犯行は強盗目的に思えたのです。そして世間が悲劇の夫として同情する中、丸山はある女性にこんなメッセージを送っていました。結婚するつもりだよ。妻の死を悲しみながらも結婚するつもりと送っていた男。その意味深なメッセージは事件とどう関わってくるのか。彼にとって妻の死は悲劇ではなく自由への切符だったんです。おつおすけんちゃんです。いや、みやみこです。最近ね、暑いじゃないですか。暑い。せっかくで楽しもうとこの暑さ。ベランダでシーシャ吸ってるんですよ。おー、いいじゃない。気持ちよさそう。めちゃくちゃ気持ちいい。ひょえーって感じ。おー。ただ、風が強すぎて、すんげえすぐ弱くなってシーシャ煙出るの。うんただ、例えばさ、じゃあシュメルで2号店作ろうとかなったら、テラス席あるとこもいいな、みたいな。じゃあ、葉山。はい。葉山来るかな、それ。湘南。湘南とかね。江ノ島確かに確かに。江ノ島ただちょっと家から遠すぎて見に行けないから、ちょっとシーシャね、吸わない方もいると思うんですけど、もしシーシャ吸う方で内装とかね、いいんじゃねえかみたいなアイデアがあったら、ぜひね、コメント欄でいただければと思います。今回は長野県で起こった凄惨な殺人事件をご紹介します。被害女性の夫は事件後、悲劇の夫としてメディアに取り上げられるんですが、その様子にはどこか違和感があったんです。違和感っていうのは要するにカメラの前で悲しむ姿が演技っぽく見えてたみたいなこと。そうなんですよ。夫はね、メディアの取材を受ける一方で、ある女性に一通のメッセージを送っていたんです。事件が発覚した際、夫は自宅におらず外泊していました。一見、いつもと変わらないはずの我が家で、息子たちはあまりにも悲惨な状況を目にするんです。ママが動かない。2021年9月29日、長野県長野市。朝7時頃、ある男性のスマホに一本の電話が入りました。ママがちょっとやばいかも。電話口でひどく取り乱し、そう訴えるのは男性の長男。電話を取った男性は長野県議会議員の丸山大輔でした。昨晩、同僚議員らと遅くまで飲んでいた丸山は自宅には帰らず、長野市の議員宿舎に宿泊していました。長男の様子からただごとではないと感じた丸山はすぐに宿舎を出て自宅へ向かうのです。長男が電話をかけてきたのは、その15分前に当時小学1年生の次男が母親丸山のぞみさんの遺体を発見したため、彼女は自宅の金庫の近くで仰向けに倒れていました。息子が第一発見者なんて最悪すぎるわよ。しかも母親でしょ。母親がね、亡くなっただけでも辛いのに、殺されたとあれば、もうトラウマっていう言葉で言い表せないぐらい、本当に辛い状況だったんじゃないかなと思います。弟から最悪の事態を告げられた長男は気が動転しながらも父親と近くに住む祖母へ連絡。祖母から通報を受けた警察はすぐさま自宅へ駆けつけました。のぞみさんの死因は首を強く圧迫されたことによる窒息死。室内には何者かが物色したような形跡と見覚えのない足跡が。警察はその状況から強盗殺人の可能性を視野に入れ、140人体制の捜査本部を立ち上げます。しかし現場からは凶器が見つかっておらず、有力な目撃証言も得られなかったため、捜査は難航するのです。事件は未解決のまま時は流れ、夫の丸山は1年後に報道陣の前に姿を見せました。犯人像が全くわからない。罪悪感があるなら早く自ら出てきてほしい。犯人への怒りをあらわにそう口にした丸山。しかしこの時警察はすでに彼に容疑をかけていました。ここまで見る限り怪しく感じる要素はないんだけどね。だって事件の日丸山は外泊してて家にいなかったわけでしょ。いや、そうなんですよ。この時点で証拠は一切見つかってないんです。それにもかかわらず、警察が夫に目をつけたのには、夫婦間の間にあまたあるトラブルが原因だったのです。恩をあだで返す男。若き日の丸山は母から次のように言われて育ったと言います。あなたは4代目なの。丸山家の名を汚すような恥ずかしいことは絶対に許しませんからね。
丸山の実家は明治16年創業の老舗酒造で、国の登録文化財にも指定されているほど。名家に生まれた彼は、母の厳しい声に応えるかのように、人前では礼儀正しく笑顔を絶やさない青年に育ちました。28歳の時に父親が亡くなり、酒造は丸山が継ぐことに。この頃に地元塩尻市で代々続く漆器店の娘のぞみさんと結婚するのです。名家同士の結婚。周囲から見て2人は仲睦まじく、若き社長とそれを支える妻という理想の夫婦に見えていました。ただ実は社長を継いだのはいいものの、丸山には経営のノウハウも人望もありませんでした。酒造の経営は当初から厳しく、結婚後も業績はさらに悪化。妻のぞみさんの実家から多額の資金援助を受け、どうにか保っているような状態だったのです。一方、丸山は老舗酒造の御曹司という肩書きを利用し、青年会議所の理事長を務めるなど、地元経済界のリーダーとして着実に足場を固めていきました。その肩書きは格好の選挙戦略となり、2015年丸山は長野県議会議員に初当選。これにより議員会館と自宅、およそ80キロ離れた2つの拠点を往復する二重生活が始まったのです。経営難の酒造はほとんど妻ののぞみさんに押し付け、自身は議員活動にのめり込んでいった丸山。講演会の会合や勉強会を理由に深夜の帰宅や外泊も増えていたのですが、その本当の理由は2016年9月のある日、日が沈みかけた頃、妻ののぞみさんは自宅で夕食の準備をしていた。すまない。懇親会が入ったから明日の朝帰る。わかりました。お仕事頑張ってくださいね。電話を切ると、彼女は再び夕食の準備へ戻った。それからしばらくして夜遅く、80キロ離れた長野市内某所では、ある建物から親密そうに身を寄せ合う中年の男女が姿を現した。そのうちの男の方は丸山だった。今日は楽しかったね。今度はいつ2人で会える？そうだな。来週ならまた時間が作れそうだ。手をつなぎ微笑み合う2人。幸せそうなその姿は傍から見れば恋人同士そのものだった。しかし突然背中を誰かに押され、丸山は前のめりに倒れ込んだ。そして振り返った彼は思わず目を丸くした。なんでここに？そこに立っていたのは鬼の形相の妻のぞみさんだった。急に不自然な外泊が増えた夫にのぞみさんは以前から女性の影を感じ取っていました。丸山は問い詰めるたび、議員の活動が忙しいなどと言い訳をしていたのですが、のぞみさんはどうしても納得できずにいたのです。そして丸山が不倫相手と会っていたその日、のぞみさんは明日帰ると連絡を受けた後、すぐに彼のいる長野市へ。現場を抑えられた丸山はとうとう言い逃れできなくなります。そして不倫相手は同じく県議会で働く職員の女性。驚くべきことに彼女もまた既婚者だったのです。現職の県議会議員という立場にありながら、互いに家庭を持つダブル不倫の状態にあった2人。しかも丸山はその女性にこうも話していたといいます。妻とはもう離婚が決まったんだ。近いうちに別れるから。当然妻ののぞみさんは離婚の話など聞いていませんでしたが、彼は嘘に嘘を重ね、不倫相手の女性をつなぎ止めようとしていたのです。奥さんの実家に借金して、しかも経営まで押し付けて、自分は不倫ってめちゃくちゃクソ野郎じゃないのよ。これ妻のお父さんからも不倫続けるなら議員辞めろって強く迫られてたみたいなんです。こうしたトラブルを抱えていたために、妻が殺害された際も警察はこの夫に対して嫌疑をかけていたんです。そして証拠が見つからないまま1年2ヶ月が経過。警察の執念の捜査によって事態は大きく動き始めるんです。完璧だったはずの計画。事件から約1年2ヶ月が経ち、警察が丸山に疑いを向ける中、彼の自宅にはテレビ局の取材が訪れていました。カメラの前で妻のぞみさんの遺影に手を合わせる丸山。事件当日の朝はどちらにいらっしゃったんですか？議員宿舎にいました。息子からママがヤバいかもということで、とにかく急いで帰ろうと宿舎を出ました。丸山は自身のアリバイを淡々と語りました。犯人についてどう思うかと問われると、どこかで罰でも当たれと思いますけどと話しながら、時折笑みを浮かべる場面も。事件当日、丸山は現場から80キロ離れた議員宿舎にいたといい、そのアリバイは完璧に思えます。しかしこの時点で警察はある決定的な手がかりを掴んでいました。事件当夜、丸山が自宅の塩尻市へ向かう様子が街頭の防犯カメラに映っていたのです。2021年9月28日の深夜、
丸山は同僚とお酒を飲んだ後、議員宿舎の駐車場へ訪れていた。計画通りにやればうまくいくはずだ。アリバイはあいつらが証明してくれる。車のナンバープレートを折り曲げる丸山。それは道路上に設置されナンバーを読み取る N システムの存在を知ってのことだった。向かう先は約80キロ離れた自宅。丸山はあえて防犯カメラの少ない道を選び自宅へ走った。そして自宅へたどり着くと、丸山は靴を履いたまま1階の事務所へ侵入。深夜の事務所では妻ののぞみさんがまだ一人で黙々と作業を続けていた。丸山は彼女の背後から忍び寄り、その首に紐状のものを巻きつけた。のぞみさんが振り返る間もなく丸山はその紐を一気に締め上げた。やがてのぞみさんの体から力が抜け、彼女はその場に崩れ落ちる。これで全て思い通りになる。彼女が動きを止めると丸山はすぐに腕時計に目をやった。彼はあえて金庫の周辺を荒らして足跡を残し、強盗の犯行に見せかけるための最後の仕上げをした。そして急いで車へ戻ると元来た道を引き返していった。めちゃくちゃ計画殺人じゃない。なんでそんなさ、平気な顔してテレビの取材受けられるの？これ本当にまともじゃないですよ。怖い。驚かされることに丸山はこの時警察組織を内側からチェックできる総務企画警察委員長という立場に自ら手を挙げて就任していたんです。犯行時、丸山はあえて議員宿舎にスマホを残し GPS による追跡を逃れようとしました。そしてパソコンの電源をつけたまま USB メモリを差しっぱなしにすることで、あたかも深夜まで事務作業をしていたかのように偽装。また丸山は議員という立場から防犯カメラが少なく N システムのない道を知っていました。さらに念には念を入れ、ナンバープレートを読み取られないように折り曲げて自宅へ向かっていたのです。しかしそこまで入念に偽装工作をしていても、警察が丸山を疑うまでに時間はかかりませんでした。それは現場が荒らされているにもかかわらず、妻のぞみさんが犯人と争った形跡がなかったため、その状況は警戒されない顔見知りの犯行に思えました。また丸山は N システムこそすり抜けていましたが、特徴的な傷やへこみのある車が防犯カメラに映っており、事件当日に自宅へ向かっていたことが暴かれたのです。丸山は妻の実家に約4000万円もの借金があり、選挙活動でも大きな支援を受けていました。一方で不倫相手には妻と別れて結婚するなどと約束。当然援助してもらっている手前、簡単に離婚などできるはずもなく、不倫相手への言葉もデタラメだったと考えられます。結局は不倫が妻やその両親の知るところとなり、このままではお金も立場も失ってしまう状況。追い詰められた丸山は、妻さえいなければ全てがうまくいくと考えたのではないでしょうか。現職の議員で警察組織を監視する立場にいたエリート。なぜ全てを失うリスクを冒してまで妻を殺害する選択に至ったのか。実はエリートにこそ感情の欠落した人物が多いとされているんです。というわけで本日のメトラキーワード、ホワイトカラーサイコパスについて。ホワイトカラーサイコパスとは、経営者や政治家など高い社会的地位にありながら共感力や良心が欠落した人物を指します。凶悪犯罪型のサイコパスとは異なり、衝動を制御する高度な知性を備えていることがその特徴。彼らは暴力ではなく、表面的な魅力と冷徹な計算を武器に組織のトップへと上り詰めます。その割合は経営幹部層で一般人口の約 3,4 倍。研究ではビジネスリーダーが犯罪者グループと同等のサイコパススコアを記録したという報告もあるほどです。ホワイトカラーサイコパスはその地位を脅かす相手が現れた時、緻密な計算を用いた殺人を厭わないことがあります。丸山にしても計算高いその能力を利用しての犯行だったと言えるでしょう。事件から3年後の2024年10月、静まり返った法廷で一人の女性が証言台に立ちました。その女性は丸山と不倫をしていた元同僚。彼女は涙をこらえながら葬儀の裏で交わされていた彼とのやり取りを語り始めたのです。本当にあんなに優しい人が亡くなってしまうなんて。のぞみさんが亡くなって間もなく、彼女の自宅で行われた葬儀では参列者たちが口々にお悔やみの言葉を述べていた。その中心でうつむく丸山と息子たち。そして丸山はその葬儀の中、人目を盗んでスマホでメッセージを打ち始める。結婚するつもりだよ。幸せにする自信がある。葬儀も49日も終わっていない。みんなが深い悲しみの中にいる真っ只中で、丸山は別の女性との未来を見ていた。本当の山さんがわからない。法廷で涙ながらにそう語った不倫相手の女性。
優しく誠実だと思っていたその男が妻の死を何とも思わずに送ってきたそのメッセージに彼女が喜ぶはずがなかったのです。いや奥さんが亡くなってすぐさ、結婚しようだなんて言われたら、たとえ不倫相手だったとしても、すぐには受け入れられないでしょ。これ本当にね、耳を疑うような話ですよね。さらに裁判でも丸山は一貫して罪を認めようとはしなかった。裁判において丸山は妻を殺害したのは私ではありませんと自身の罪を全面的に否認。検察は不倫相手との関係や妻のぞみさんの実家からの借金を挙げ、妻がいなくなることが丸山が全てを手に入れる唯一の方法だったと主張しました。迎えた2024年12月23日、長野地方裁判所は丸山に懲役19年の実刑判決を言い渡します。裁判所は丸山が不倫相手と復縁したいという身勝手な動機から共に歩んできた妻を殺害したと認定。その犯行を冷酷かつ凶悪と厳しく非難しました。丸山は控訴しましたが、2026年4月13日、最高裁は上告を退け、懲役19年の判決が確定したのです。この事件の大きな特徴は、丸山の人並み外れた計算高さによって直接的な証拠が一切残されていなかったこと、妻の実家から多数の援助を受けられたことや議員に当選したことも合わせ、彼の悪い意味での立ち回りのうまさには恐怖すら覚えます。今回の事件のように皆さんは誠実だと思っていた人のとんでもない裏の顔を見てしまったことはありませんか？おっそっす。皆さんいつもアレゴメトリーを見ていただいてありがとうございます。というわけでね、我々ね、夏にも差し掛かろうというところで、この度ね、ちょっとアレゴメトリーの視聴者さんからオンラインサロン、秘密結社アレゴメトリー入りたいんだけど、なんかどんな動画があるかね、わからなくてね、お金かかるの不安っていう方もいらっしゃったんで、今回ね、7月末までにね、入会した方限定で、1週間分のね、無料期間を設けさせていただいてね、そこでお試ししていただいて、気に入ったらね、ご継続いただけるっていうね、キャンペーンを用意させていただきました。オンラインサロンもね、もうかなりのね、期間をね、運営してますので、今ね、アレゴメトリーに上がってないね、オンラインサロン限定の動画なんとね、120分を超えました。というわけでね、オンラインサロン限定なんで、ちょっと過激な動画だったりね、YouTube に上げられないようなものばかりなんですけど、そちらもね、興味ある方はね、ぜひこのキャンペーンをね、利用して、秘密結社アレゴメトリーに入会してみていただければと思います。改めてね、7月末まで入会の方限定なので、ちょっとね、迷ってる方とかはね、試しにね、入ってみてもいいんじゃないでしょうか。というわけで、引き続きね、アレゴメトリー、そして秘密結社アレゴメトリーをよろしくお願いします。あなたは身近な人に負けたくないと思ったことはありますか？2024年4月20日、アメリカテキサス州ベイタウン、交通事故の通報を受け、警察官数名が現場に到着しました。彼らの視線の先には大破した1台の車、中に動いている人影を見つけ急いで駆け寄ります。すると運転席の男が銃を手にしていることに気づきました。銃を捨てろ！男は数人の警察官に一気に銃を向けられたことで、おとなしく持っていた銃を手放します。運転席から男を引きずり出し、車内を確認する警察官。なんだこの子は。男が運転していた車の中には、大怪我を負った一人の成人女性と腐敗臭を放つ瀕死の少女がいたのです。事故車両の中から発見された瀕死の少女。腐敗臭を発するほどの傷を負ったその原因とは。少女はあることをきっかけに、最も身近な人物から嫉妬の刃を向けられていたんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。